皆さんこんにちは。印野小林業の採用担当の小玉と、富士宮工場の、CAD をやってます曽根です。はい、本日は富士宮工場の方に来ております。で、今年曽根くんは新入社員として入社しております。で、曽根くんの行ってた大学っていうのがどこでしたっけ？静岡県の富士宮市にあります日本建築専門学校というところで建築の勉強をしていました。はい、なんとですね、曽根くんで実は3人目の入社です。これも偶然なんですけれども、この日本建築専門学校卒業生が同じ、部署でお仕事をしているということで、実際にその OB たちがどんな仕事をしているかっていうのをお届けしたいと思います。それでは日本建築専門学校 OB の動画行ってみましょう。レッツスタート。はい、では日本建築専門学校の卒業生の3人さんです。で、その中でも一番年上な、石川さんです。どうも。はい。ではですね、そもそもプレカットっていうのはどういったものになりますでしょうか？プレカットというのはあらかじめ加工して、現場の方に持っていくという加工、現場で、今までは大工さんが手刻みで刻んでいたと思うんですけど、大工さんの代わりに機械で木材を刻むっていうものです。石川さん、はい、この3人とも同じチームに配属ということなんですかね？はい、そうですね。で、どういったお仕事をされてるんでしょうか？ですね、木場の方で入力した CAD データを送ってもらって、こちらでチェックをして、工場で加工できなかったりするところの許可構図面などを作成して工場に加工データを下ろしているという作業です。で、工場で機械が加工できないものの図面はこちらで作っているということで。はい、そうですね。例えばどんなものになるでしょうか？斜め材とか上り材とか変な角度の材料。ちなみに図面あったりします？図面ありますよ。土台なんですけど、土台と大引きがありまして、これ斜めの材料なんで、ただね、あんまりこれ加工できないとか言っちゃうとなんかね、こんなのできないんだとかなっちゃいそうで嫌じゃないですか。加工できなさそうね、なんか加工できるんですよ。できるんだけどFA だからできないってだけでできるんですよ。そうなんですよ。非住宅とかそういうのないですか？そっち系ですか。僕というよりもね、それはね、やっぱ哲郎さんの方が。後輩の渡辺哲郎君です。こんにちは。渡辺さんがその難しい手加工物件を加工図を作りました。出ましたか？もうね、見ればわかると思いますけど、すごいんですよ。これがそうですね、伏せ図、もやの伏せ図で、なんかこういう形になる時にこうソフトじゃ計算してくれない。だから計算してくれるところはこういうふうにこう作られる。だけど、その加工の穴が、そう、こう敷地の形状とかもこう勝手に作られてくるんだけど、もう屋根が複雑すぎてこう何も作ってきてくれない。ここもこういう状態。そうで、これもここも角材。
でこれも伸びっぱなし。あ、そこもぐちゃっとなってますね。本来だったらこういうふうにこう加工される。あ、どういうはめ込みをするかっていうのが。だけどまあこうちょっと屋根が複雑すぎてこうソフトが計算してくれないところの手加工図面、この赤くなってるこれがこれなんですけど、でそれを JW に持ってきてこれなんですけどね、その部分、ここの部分がここの数字なんですけど、それをこう起こしていく。これは向こう側の線でこう当たったところをこう垂直に持ってってこの展開図にして起こしていく。でこれ原寸図っていうんですけど、それでこう加工図を作成していって、最終的にこの成長したこれを大工さんに渡すっていう。大工さんはこれを見てサイズだとか、そのどれだけ斜めなのか傾斜とかを見て。そうですね。まあこれがあれば、正直大工ちょっと加工できる人だったら誰でもできるっていうくらい、もうめちゃめちゃ寸法を出してた状態でこの下に下ろすっていう感じですね。それ全部こう加工できない部分とか含めると、もうこれだけのこれが全部手加工が必要な部品をこう一個一個出していってっていう感じですね。このアパート、これは集合住宅。はい。何日ぐらいかかってこれをやられたんですか？これはその加工図の作成だけで丸3日ぐらいかかりました。そういった特殊な図面を作っている。はい。ありがとうございます。今年入社した曽根くんです。そうなんです。曽根っちです。今年の4月に入社したばかり。ちょうど今でどれくらいですかね、事業が配属されて。2月弱ぐらい。2月弱。はい。で、今は、何をやられてるんですか？今は日建時代の卒業研究で作った図面を CAD の方で入力して。学校での卒業研究でデザインしたの？です。どんな家なんですか？見せてください。設計図を。幼稚園の設計図ですね。パース図がこんな感じで。坪数でいうともう256坪、だいぶ大きな。これが立面図です。立面もちょっと長すぎて A1 枚に収まらない。立派な幼稚園ですね。その思い出の設計図を今プレカット図面を作っていると。そういうことです。それがこちらの。これですね。土台がこんな感じになって。めちゃくちゃ目が痛くなるそうですね。細かいやつでも1メーター弱。マスがこうわーっと今こんだけ進んでる状態です。なるほど。練習で3分の2ぐらいが今できたって感じですか？そうですね。ただこっち側残ってる部分がこう全部斜めになってて、で加工図面をまた自分で CAD で描いて、ひたすらもう練習して操作を覚えて、とにかく数をこなしていろいろ聞いて身につけてるっていう段階です。まだ練習中ではございますが、一人前になれたらいいですね。はい。はい、改めまして日本建築専門学校の323です。日本建築専門学校っていうのはどういう学校なんですか？日本全国から、大工さん、宮大工さん、
多分宮大工志望が多いんじゃないですかね。そういう志を持った人たちが集まる学校ですね。じゃあ、この3人さんは全員同じ学部？ 4年に上がってから、はい広報、いわゆるデカ工だったりとか、はい自社仏閣の構造だったりとかはいをするグループと、建物の設計をするグループと、このコースはみんな設計のコースなんですか？僕は大工1人が設計コース。大工コースは卒検は何するんですか？基本的に社寺の、模型作ったりとかはですかね。い。じゃあそれは設計図面だけじゃなくて、模型立体の模型。そうですね。特殊ですね。そういう学校なんでなるほど。むしろ学校時代が。むしろ少数で、はい俺こっちが貸す、あ、じゃあ社寺仏閣を目指す人が割と多い。だから僕みたいなやっててはみんな宮大工。い。そうですよね。あんまりプレカットで社寺仏閣ってやらないですからね。なんで印の商林業に入社したんですか？僕がちょうど卒業するときにここの工場ができたんですね。はで、こんなとこはできたよっていうのを紹介されて、い。はで、じゃあ面白そうだし行ってみようかっていうことで、い。は入社しました。い。で、1人目の石川さんが入社して、その後だいぶ空いて、渡辺君が入社になりましたけど。そうですね。はい。渡辺君はなぜ印の商人？僕は大工には行きたいけど作るのが好きなんだけど、やっぱ大工の世界っていうのが、性格的に合うかどうかなんか結構悩んでた時期で、は一回工場見に来た時に大工さんから、はいその炭の原寸図とか、い。はなんかそれを分かるのかみたいなの聞かれて、で僕やっぱさっき言ったけどその神社とかのやつがすごい好きなんで、い。は原寸図でそれできるっていう、なんかそれできたらいいぞみたいななんかのをなんか大工さんに言われて、い。ここの会社に決めました。なるほど。もうとにかく原炭木とかを作りたくてこの会社に入社しました。へえ。マニアですね。マニア。そうですね。僕も3年の冬ぐらいに、そろそろ就職だなっていう、あんまり大工の世界が自分の中でパッとイメージできなくて、作ること自体は好きだったんですけど、は大工かみたいな部分もあって、い。でもじゃあ何やるのかなみたいな感じで悶々としてる時期に渡辺さんがたまたま学校に来て、でその時に「お前と同じような感じだったよこいつ」みたいなのを学校の先生から聞いて、せっかくだったらちょっと見せてもらえないっていうのでは見学に来させていただいて。い。はそれからこういうのもあるんだっていうのから、こういうプレカットの業界とかも23社見て回って、でもやっぱり最初に見たとこが印の章がなんとなく、先輩もいるし、で工場とか事務所とか見学させてもらった時の人柄というか雰囲気がすごく良かったなっていうのでここに決めた感じです。なるほど。じゃあやっぱり学校的には社寺仏閣大工さんの道がメインルートで、でも学校行っててなんとなくちょっと自分は大工寄りじゃないぞと思って悩んでて、
プレカットの道というのを OB から聞いて、入った人が多いみたいな感じですかね。はい、本日は日本建築専門学校の、OB でイノショー林業で働く3人さんを、ご紹介いたしました。このチャンネルでは引き続きイノショー林業で働く社員の紹介やイノショー林業の日常をですねお届けしたいと思っております。よかったらチャンネル登録とグッド評価お願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!